ートレックインフィニット。今回はスタートレックの世界観で、4X ストラテジーの金字塔ステラリスっぽいゲーム。中の人は映画全部見てるくらいスタートレックのファン、こりゃやるっちゃあるね。まあドラマは見てないにわかファンらしいけど。おい。てか自らオファーを出してゲームキーもらったのに、シティーズスカイラインズ2の発売直前にゲームキーが届き、ゲームキーだけもらって放置してて申し訳ないので、サクッとご紹介するだけの動画になります。ひでえ話だ。それではスタートレックの世界に、いっちゃおー。さて私が支持する勢力はこちら、ロミュランスターエンパイア。支持する文明で特殊ボーナス選ぶ系のあれ。詳細設定はステラリスで見たことありそうな感じの画面。つかステラリス知らん人もいるだろ。いやーステラリスってやり方覚えるのに100時間くらいかかるイメージのゲームなんで、細かい説明無理ぽ。遊ぶのは楽しいけど動画にするには地獄のゲームである。ゲーム難易度はデフォルトの少位、難しさは下から2番目。あとセーブできない鉄人モードを選択。操作ミスで速攻やらかして滅びそう。まあこの手のゲームは滅ぶのもまた一興。まずしよう。ロミュラン星艦帝国はアルファ及びベータ宇宙域における最古の。時間ないんでカットで。はいスタートレック要素終了。銀河のサイズはデフォルトの1でこんな感じ。このどでかい宇宙で勢力拡大して覇権を争ってくぜ。おっとお隣は映画だとめちゃ好戦的な種族クリンゴンエンパイア。ちょい怖い。さて勝利条件はこの帝国スコアとやらが、2646年時点で一番高いのが勝利みたい。他にも最初に国税ってやつを10解放しても、ゲーム勝利みたいだぜ。物資を買ったり売ったりできる市場に、入植してる星の開発の惑星経営や、入植する計画を考えるのに使う拡大計画や、一時的な法を発令する布告と政策、解放することで色々なボーナス効果のある伝統や、宇宙船をカスタムできる艦船設計、軍事艦隊の設定をする艦隊管理、研究項目を選択するテクノロジー。今は単一民族っぽいけど各種族の関係を確認できる種族、研究者や将軍なんかを確認できるリーダーなど、この世界マジ色々やれることが多いです。覚えられねえ。とりあえず覚えやすいように整形名をオカッパーに変更。やること多すぎの世界で一番最初にやることがそれかよ。なおステラリスで遊んでた時は卑猥な形の見た目のキノコの宇宙人で、都市名を全部下ネタ、戦艦名も下ネタにしてました。謎のこだわり。そんなわけで色々と好き勝手に変更しました。テクノロジーは重要で3項目同時に研究が可能。研究内容はランダムで3つ出てくるので、どれを研究するかで今後の命運を左右します。都市開発に有効なのばかり選んでると軍事で遅れを取ったり、さじ加減が難しいぜ。他にも割り当てる科学者のスキルの得意分野なら研究速度が上がるのでこの辺も大事だよ。科学者のレベルとかもあるし、ほんと考えることが多いぜ。科学者は調査船にも割り当てられて、航路探査や資源調査も大事であります。早速近隣の資源調査だ。他にも総督船なんてのもあって惑星開発の手伝いみたいのもできるみたい。ようわからんがとりあえず、首都の科学者の生産性の改善をやってもらうぜ。調査などで見つかった資源はそのままでは使えないので、建設船に命令してステーションを建設します。建設が完了すると上に出てる資源の産出量が増える感じだぜ。惑星開発も色々項目があって、住居が足りないとか仕事が足りないとかを見極めて適宜建設。これも区域を拡張するか新たに建造物を用意するかで考慮がいるぜ。まあ基本どんぶり勘定です。おい。モンラー星系は完全に調査された。さっき出した調査船の調査が終わったな。さあお次は隣の星だ。周辺の星々をあらわにするぞ。アノマリーを発見しました。調査中に見つけたアノマリーは、研究することで研究ポイントゲットなどのボーナスがもらえたりします。難易度やばいのに手を出すと、宇宙の木図になることも。でしばらくして統合力が溜まり、伝統の採用が可能になったので、ロミュラン固有の秘密主義を採用。右の項目のやつも解放自体は可能だったから、選び方次第で尖った成形国家が作れそうだな。シールドの調査の研究が完了、マルチスペクトルシールドがアンロックされました。ので早速艦船設計で搭載。物理の装甲で硬くするかシールドで硬くするとか好みに応じて好きにカスタムだぜ。そして開始4年、入植に良さそうな星を発見、建設船で成形基地を建設。成形基地が立てば我々の領土と主張できるぜ。基地ができたら早速コロナイズで入植だと思ったらコロニーシップ製造するための食料が足らんかった。適当に余ってる資源売って食料購入。よしこれで入植開始。新たな惑星開発の始まりだぜ。潜在的に危険な異性生命体と遭遇しました。相手の意図を調査するぞ。ファーストコンタクトだ。ふむふむどうやらここの奴ららしい。
宇宙の調査をしていくとこういう新たな異星人との出会いが増えてくるのな。エルダニアンクランズからメッセージが届きました。安全なチャンネルを開け、我らに危害を加えないよう忠告せよ。今後外交政策も考慮してく必要がありそうだ。そしてゲーム開始10年が経過、ただいま帝国スコア再開でござる。ダメじゃねえか。正直ステラリスも数年触ってないので、ぶっちゃけ操作方法が思い出せてないでっしゅ。まあまだまだ序盤だし頑張ってここから盛り返そうぜ。よし領土を拡張し生産力に力を入れるぞー。新たな惑星開発だぜ。通過できない中域で拡張が抑えられぬよう、クリンゴンエンパイアとの国境に沿って拡張を続けるぞ。ここら辺通過できないの地味に面倒だ。勢力確認したら、情報見えてるライバルが我らを優越圧倒してたけん。軍事全くしてないから差が出たか？今新しい艦船の研究してるから、終わったら軍拡も始めるであります。さいですか。ブラックホールを調査中、戦利点の発見をしました高速移動をできるあれ。ほうほう、こういうのも利用して広い宇宙を行き来する感じになるのな。重要拠点。さーてさらなる領地拡張を。ガッテーム。は？クリンゴンエンパイアが攻めてきましたやべえぞ艦隊バリアに交換しただけで初期のままだぞ。終わった相対的な国力、彼らの艦隊戦力は我々と比較して圧倒。技術水準はこっちが上だがまずいことになったな。技術はあれど艦船に搭載するスペースがないから、新たな艦船研究をしてる最中だったのに。てかゲーム序盤の20年目で攻めるとかやめてもらえませんかね迷惑です。怒るな早口になってんぞ。しかし小山行った。戦っても玉砕しかできなさそう。すべての艦隊を造船基地に集めたいきせよ。造船基地の自衛能力と合わせて気合で生き抜くのだ。入植をカッパーの成形基地が攻撃されてまーす。すまぬ同胞よ、今艦隊を失うわけにはいかないのだ。泣きながら領地を見捨てた。一時的にとはいえ敵の占領下になってしもうた。せっかく入植して育ててたのに100%されちまった。もう新たな艦船の完成を待ってられない。フェラックス型怒り型デザインで新艦隊を創設だ。真面目な指示出しなのにお前がふざけた名称つけたせいで職場の緊張感とか皆無になってそう。さあ声援。艦船の研究はまだか、国難であるぞ。インディス級、完成まであと54ヶ月です。これが我が国の希望だ。っていうか今更ながら成形項をアップデートできることを思い出した。おい。ステラリスでは中族を追い払う基本的な手段だったような気がするのに頭から抜け落ちてたよ。交易とかでも重要なやつだったぞ、確か。いや一応別芸でちょいちょい違うところあるから、こういうもんなんだろうと勘違いを。これも戦勝点の画面かと思って見てるけど、なんかのミッション選択だったみたい。戦勝点は右下のこれだ。前線をカッパーに敵艦隊が出現しましたくそー、成形基地のアップグレードは間に合ったが戦闘モジュールがまだだ。成形基地、バリア消滅。だー、前線基地がやられるー。待たせたな、首都から艦隊のお出ましだー。これなら勝てる。成形基地と連携し敵を撃退せよ。撃てー。宇宙のデブリとなった同胞の仇を取るのだー。勝てる時に勝ち、敵の戦力を削るのだ。敵艦、残りわずか。敵さんいなくなったぜ。この小さな勝利が我らの希望、反撃開始だー。奪われた入植をカッパー、返してもらうぞ。全艦隊、出撃だー。しかし戦争の凄惨な現実、我々は敗北しつつある。沿線機運が高くなったか。そんな中お隣プライドの高い戦闘民族、カーデシアユニオンと通商条約を締結。二正面戦争にならないようにこっそり外交。そして我らは奪われた辺境をカッパー反攻作戦を実行しようとするも、敵の待ち伏せを察知し寸出のところで撤退に成功。一度勝利できたとはいえまだ敵の主戦力は健在だったか。もう少し戦力の増強が必要か。インディス級戦艦、完成しましたよっしゃー、この戦い、勝てるぞー。シールドいっぱい搭載して無傷で敵艦隊を滅ぼしてやる。新艦隊の創設を急げー。こうして新たにビンディス級戦艦、ビンデース、デザインが生産ラインに並んだ。さらに高性能な多層シールドもあと37ヶ月で完成だ。完成次第アップグレードで乗せ替えするぞ。これで我らの勝利は揺るぎない。クリンゴン人、逆襲の日は近いぞ。戦争は終わった。は？おそらく戦勝点的なサムシングが溜まったのかと。最悪の結果だ。しかし戦争開始時の敵の戦争目的は侮辱のみ、これという被害はなさそうです。この侮辱、忘れんぞー。こうして我々はこの戦争に敗北した。多層シールドの研究が完成しました。我々はクリンゴン人を許さない、戦力を増強せよ、けじめ案件だー。このままで終われるか、逆襲だー。
成形基地もアップグレードして防衛体制を整えるのだ。クリンゴン人の侵入を許すな。我らの艦隊戦力がクリンゴンどもと同等となったぞ。敵の技術力は劣等、これなら勝てるぜ。さらにカーデシアンユニオンとも不可侵条約を締結。これで考古の憂いもなくクリンゴンをボコれる。うおー、このクリキントン野郎、リベンジだー。2379年8月まで休戦です。それまで宣戦布告できません。畜生。停戦明けたら即宣戦布告だ。そしてさらなる軍拡を進め。彼らの艦隊戦力は我々と比較して悲惨である。やっはー、今からさらに悲惨にしてやるぜー。我々の受けた恥ずかしめ、100倍にして返してやらー。今度はこっちが侮辱で戦争仕掛けてやるぜ。まあもう少し準備して征服戦争でもよかったけど時間かかるからとりあえず侮辱だ。我々は戦時下にある。戦争はすぐに終わるだろう。奴らに勝ち目はない。全艦隊出撃、クリンゴン中域。宇宙に散った同胞たちの仇討ちだー。蹂躙せよ。ヒーハー。敵成形基地沈黙。すべてのクリンゴン人は害虫だ。すべてを焼き払え我々の受けた侮辱はこの程度では拭えんのだ。ありったけのレーザーを食らわせろ。敵の攻撃は我らの多層シールドを抜くことはできん。敵艦隊反応消滅。やっはー、成形基地を乗っ取れー。はっはっは、圧倒だ。圧倒的じゃないか我が艦隊は。敵の弱体化、もう失った拠点を奪還する資源さえ用意できないようです。降伏はしてこないがもう勝負ありだぜ。お前が謝っても私は振り下ろす拳を止めないぞー。あれが帝国本星クロノスだ、焼き払えクリンゴン人、けじめの時間だー。我らロミュラン人の怒りを知れ栄光と繁栄を。我らに汚れた隣人など必要ない、レーザー加熱で消毒だー。クリキントン野郎を焼きぐりにしてやれー。こうして帝国本星クロノスの中域はロミュラン人に制圧された。できれば惑星に降下して、地上も制圧してやりたいところ。しかし本星だけあって地上軍はがっつり防衛がいるぜ。ならば我らも地上軍の編成をせねば。だな。しかし地上軍編成中に勝利点がたまり、我々はこの戦争に勝利した。完全勝利とは言えないが、名誉回復は成功だ。今日はこのくらいで勘弁してやるぜ。ではクリンゴン人をボコって満足して母校に寄港したところで本作はおしまい。未だ根強いファンがいるスタートレックの世界で 4X ストラテジー、いかがだったでしょうか？昨今だとラノベやコミックスで人気な、D ジェネシス、ダンジョンができて3年で、ダンジョンの中にクリンゴン語が出てきたりと、スタートレックファン地味に多い気がします。クリンゴン語は超マニアック人工言語。あ、そういえばクリンゴン人とドンパチやった影響でスコアランクは3位になっちゃった。でも戦艦戦闘力は宇宙1位。このまま続ければ宇宙征服もできたかもな。まあこのゲーム時間泥棒すぎるのでここでやめときましゅ。当チャンネルでは今後も色々ゲームしてくから、チャンネル登録高評価よろしくだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。